皆さんこんばんは。今回はご褒美爆食晩ご飯でございます。なんで私が話してるかというと、普通に時間がなかったからです。何がご褒美なのかというと、こやつが自動車学校仮免合格したのと、弟が高校合格したからです。この日は高校の合格発表の日です。超設日の予定だったけど、ママが合格のケーキを買ってきたので開き直ってウーバー祭りにしました。こういう時に限ってクポンあるの好きだよウーバー。クーポン使ったら店舗で買うのと同じくらいになってるんるん。午前中にある企業様とオンラインミーティングしてて、そしたら弟では泣くままのバカでかい叫び声が、受かったっていう、心の中でおめでとうって思いながらも、声でかすぎミーティング中やって思ってました。てか今は、これご飯前の準備運動タイムです。せんべい詰め合わせみたいなやつちょうどあって幸せ。何せんべいが好きですか？私はザラメとかついてる甘いせんべいがいいです。よろしく。てか仮免、通い始めて1ヶ月経たずで受かった。最高。もう路上で練習してます。担当の先生マジ当たりすぎてさ、めちゃくちゃいい先生なんよ。結構癖は強いんだけど、教科書よりプラスアルファで教えてくれたり、素晴らしい裏技みたいなのとか。まず乗ったら、シートベルトお願いしますって言うやん。そしたら絶対やだって言われるとこから始まるのね。じゃあ降りてくださいって言って。そしたらやだとか言いながらシートベルト付け始めて、ツンデレかってやりとりをするとこから始まります。これがお決まりの挨拶。なんか自動車学校って本当に担当の先生次第だなって思って。仮免の試験の時に同い年の子がいて、たまたま同じ車で技能試験受けたから、ちょっと話したりしてたのね。そしたら、その子が結構教わってないこと多くて、めちゃくちゃ直前に流れ、確認したり、操作教えたりして、マジで教わってないのって思ったりしたけど、無事にその子も合格したのでよかった。ミチコンって道民ならわかると思うんだけど、北海道学力コンクールってやつで、北海道内の小中学生を対象とした学力志望校判定テストなんだけど、受験者数、北海道最大級だからみんなそれ受けて、志望校合格何%か見て高校受験するみたいな感じなのね。大体塾とか行ってる人が受けてるんだけど、弟は塾行かなかったから、逆に自分がどのあたりなのかってわかんなくて、自分で申し込んで受けてたんだけど、
この合格した高校はずっと合格率98% だったのね。日コンって0% と 100% なくて、最低が 2% で最高が 98% だから、ずっと 100% みたいなもんだったんだけど、ママとパパが心配しすぎてて、弟とママとかじゃなくてカホとちょい喧嘩みたいなの結構あったなんで、お前やねんって感じだけど。一応学力はカホの方があったし、塾も行かせてもらってたし、入試制度が変わって初めての年に受験だったし、弟が勉強嫌いっていうのもあったし、どうしたらいいのかママとパパとカホが話すこととか結構あったのね。もちろん弟と話す時もあった。本当にそろそろ受験生っていう自覚持って、最初はそんな感じだったんだけど、だからみんなでぶつかることもあったし、基本弟のペースに任せてたけど、怒ることもあった。でもやっぱ入試が近づいてきたら、自覚も出てきたし、この高校に行きたいって理由も出てきたっぽいし、多分周りよりは遅かったけど、本気出して勉強し始めたのね。まずその時点で感動なんだけどさ、そっから98% とか取れるようになって、カホから見て、きっとこれなら大丈夫だろうなって思ってたのね。てか道コンで 98% なんて言ったら、みんな絶対受かるっていうくらいの数字なのよ。絶対なんてこの世にはないんだけど、さ、そのくらいなのね。しかも 98% 取ったからといって手を抜き始めたわけでもなくて。なのにママもパパもカホと二人になった時とか、ケイタこのままでいいのかな、もっと頑張らなくていいのかな、あと何点くらいは必要なんじゃないかとか、異常に心配してて、まず 98% 何回も取ってるし、今までにないくらい頑張ってるし、落ちるリスクも考えること大事かもしれないけど、もっと信じるべきだし、今は逆に不安になること良くないって、カホは思って言い合うことあった。まあ親ってそういうもんだよね。でも、さ弟は小学校の時から先生から親に言われるくらい、勉強が苦手で家族会議になるくらいのレベルだったのね。マジでなぜかカホも頭悩ませてたし、いろいろ試したし、カホが家庭教師みたいになってみたこともあったのね。でもやっぱ人って成長するんだなって実感した。小学生中学生の親の皆さんで同じような不安ことある人、結構いるんじゃないかなって思うんだけど、きっと何とかなるし、信じるところは、この子を信じてみるのも、いいなって思いました親では、ないやつが言ってもだけど。あとはね、学校での本人の過ごし方ってわかんないからこそ、大丈夫なのかなって思ってたことがあって。なんかずっと小学生の頃から放課後とか休みの日に、友達と遊んでるところをマジでたまーにしか見てなくて、友達いるのかなとか思ったこともあったけど、受験終わってからいきなりめちゃくちゃ遊んでて、外遊びもそうだし、カラオケとかマックとか行ってて、まあ普通のことなんだけど、ちょっと感動してます。なんなら、高校合格より感動した受かると思ったから。
こうやってクリーム剥ぎ取るのお行儀悪いですので、良い子は真似しないように。家以外で、家族以外の前であんな真似しないのでご安心を。これさくらのマカロン、美味しすぎね。弟好き嫌い多いくせに、一丁前にマカロン大好物だから。豪華にマカロンのケーキです。話すことなくなってきた。強いてあげるならママが最近ガチダイエットしてること。このダイエットは必要のあるダイエットなので安心してください。まだこれからがあるんだし、私も頑張ってほしいなって思います。最近はママと二人で中山筋に君の筋トレ動画で運動してます。あ、そういえばたまに聞かれるんだけど、アフレコなのかそうじゃないのか問題ね。前にも言ったんだけど、外撮影とかで咀嚼音がないとか会話が全くないとかだとアフレコだし、家撮影でもこんな風にプライベートな感じだと個人情報的にアフレコとか今回みたいな感じです。こういう動画がいいとかコメントくれるんだけど、一個一個のコメントに合わせてたらきりないし、ワイワイ話してる方がいいって人もいるし、無言がいいって人もいるし、なので、もう自由にやるって決めたので、もしなんかやだったら、おとなしにしたり、臨機応変に見てくれたら嬉しいです。もちろん変えるべきことは、しっかり変えながら、少しでも素敵な動画を作ります。てわけで話したいこと話したので、お話はここまで。ぜひ次も見てください。ありがとうございました。バイバイ。